うも皆さんカイトです。アンバウンドワールズアパートというゲームをご存知でしょうか。こちらは2021年7月29日に Nintendo Switch でリリースされたゲームになります。こちらを全ての実績解除までクリアしたんですけど、最高の高難易度パズルアクションでしたね。今回はこのゲームのジャンルやストーリー、魅力を踏まえながらなるべく簡潔にお伝えできたらなと思います。では早速紹介していきましょう。まずジャンルになるのですが、高難易度パズルアクションになります。最近リリースされたパズルアクションとしては群を抜いて難しいと感じたのがこの作品。横スクロールという王道ながらもアクションを強めに要求されるステージ構成が何十倍も難易度を引き上げているのが特徴かなと。環境ギミックを使うというよりは主人公の操作性をかなり求められるので、マリオ系統のアクションが得意な方はかなり引き込まれものとなっていますね。次にストーリーになるのですが、ある日主人公であるソリーの村でクリスタルが砕け、凶悪な魔獣に襲われてしまい絶命のピンチに陥ります。そこでポータルという能力が使えたソリは別次元へと逃げ切ります。そこでは様々な住民たちが存在し、魔獣の恐怖に怯えて暮らしていました。ソリーは魔獣の恐怖から脱するためにクリスタルを解放しながら各ガーディアンたちに協力を仰ぎ、魔獣を退ける戦いに身を投じていきます。一体ソリーはどうなってしまうのか。頑張れソリー、負けるなソリーというお話ですね。そしてこのゲームの魅力なんですが、1、手書きアートワークで表現されたキャラクターが手書きということもあり、個性あふれる姿に愛着感がすごく湧きます。主人公のソリーをはじめいろいろな住民たち、そして先へ進め進むほど出会える人々の作り込みが半端ないですね。魔法使いを思わせるタッチがそそる人にはドンピシャなゲームだと感じました。2、ポータルを使ったステージ構成。ソリーはポータルという能力が使用可能であり、こちらを駆使しながら突破していきます。ポータルとは何ぞやという方に簡単に説明すると、ゲートを通るたびにソリーが使用できる能力であり、暗闇を照らしたり重力反転、さらにはブロック変化など多種多様な独自性を持っています。ポータルの世界と現実の世界をうまく使いながらの謎解きが楽しくもあり難しいのがちょうどいいバランスを保っていましたね。いやー面白い。3、高難易度のパズルアクション。前回ご紹介したアウトオブラインとは真逆であり、とにかく難しいと感じ手応えが抜群です。比較対象としていつも出しているインサイド、リンボと同じくデスゲーではあるのですが、こちらはアクション性にかなりの重きを置いているなと感じました。環境ギミックを使っての突破はあるのですが、コントローラーのポータルの切り替え、そしてキャラクターの操作性というかなりせわしない感じはプレイヤー泣かせの部分が結構あります。ちなみにこちらのステージ面での実績を開示するために40分以上かかってましたね。ここマジで泣きそうでしたね。だけども楽しいんですよ、クリアした時が。とは言いつつも覚えゲーな箇所も多くありますので、決してクリアできない設定は見事としか言いようがありません。4、進めば進むほど増えるアクション要素。8名はジャンプしかできないソリーではありますが、進んでいくたびにアクション要素が増えていくのがとても楽しくプレイできます。ヒットバニアのようにダブルジャンプ、ダッシュ、壁登りなど強化されていくのが醍醐味ですね。やれることが多くなることで、今まで行けなかった場所や、さらには実績解除には必須の行方不明の村人の救出など幅がかなり広がりますね。5、ちゃんとボス戦が用意されている。魔獣という目標があるのですが、ステージごとにボス戦が用意されているのが珍しい作品です。大抵このジャンルは逃げたら OK が主なのですが、ちゃんと戦って勝利しないと次に進めません。ですがこちらもパズルアクションを巧みに使いながらも倒していくという面白さがありますので、ぜひ味わってほしいですね。たまに繊細なコントロール操作が難しすぎて、なんでやねんって叫んでしまうのも最高なところですね。以上になります。操作性重視のパズルアクションではありますが、腕に自信がある方はいかがでしょうか。金額も2000円ほどで、クリア時間も7時間、完全クリアは9時間ほどのこの作品。ゲームの雰囲気とアクション好きな方はぜひプレイしてみてください。きっと何度も挑戦してしまうループにはまってしまいますよ。このチャンネルではおすすめのゲーム紹介、ためになる解説、またはパズルゲーム実況をしております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。